幻獣融合開始。インドクジャクとインパラが一つの命に。新たな幻獣キリム誕生。以降に各種の詳細な生物学的説明を加える。インドクジャク、インディアンピーファウル、多忙クリスタテス分類、脊索動物門、超ダタ長江、エーブズキジメ、ギャリフォームズキジ科、ファシアニデークジャク属、インドクジャク種、多忙クリスタテス。インドクジャクはインド亜大陸を原産とするキジ科の大型鳥類であり、その壮麗な姿から世界中で広く知られ、しばしば美の象徴や神聖な存在として扱われてきました。学名は多忙クリスタティス。特にオスの外見は極めて華やかで、長く伸びた尾羽、飾り輪とそれを扇のように広げてみせる独特のディスプレイ行動で有名です。成長のオスは体長がおよそ2メートルを超えることもあり、そのうちおよそ3分の2が長大な飾り輪によって占められています。この尾羽には無数の目玉模様、アイスポットが並び、光の角度によって青や緑、金色に輝く金属光沢が現れます。この視覚効果は見る者の目を引きつけ、同種のメスに対しては求愛時の重要なアピール手段となります。飾り輪は実際には尾羽ではなく、上尾筒と呼ばれる背中の羽の延長で、下にある短い本来の尾羽によって支えられています。オスの羽色は鮮やかなコバルトブルーと緑を基調としており、全体に金属的な光沢があるのが特徴です。顔には白い縁取りがあり、瞳の周囲には肌の露出部が目立ちます。頭頂には線状に広がる冠羽と坂があり、この冠羽もまた種を識別する特徴の一つとされています。一方で、メスのインドクジャク時に、アナウズラ、クジャクとも呼ばれるは、オスに比べて、羽色が地味な茶褐色で、長い尾羽も持ちません。この地味な体色は、繁殖期に抱卵や子育てをする際の保護色として機能し、外敵から身を隠すのに適しています。メスにもわずかに冠羽があり、体型もオスよりやや小柄ですが、全体的に素朴な印象を与えます。繁殖期になると、オスは自らの尾羽を大きく広げ、線状に振動させながら、メスの前でディスプレイ行動を行います。この求愛行動には、音と振動も伴い、尾羽の擦れる音や、体を震わせる微細な動きが、視覚だけでなく、聴覚的にもメスに訴えかけます。メスは、尾羽の大きさや模様の対称性、光沢の美しさなどを基準に、どのオスと交尾するかを選択すると考えられています。食性は非常に多様で、果実、木の実、種子、草の葉、昆虫、小型の爬虫類や両生類、時には小型哺乳類までも捕食する雑食性です。主に地上で採食活動を行いますが、警戒心が強く、危険を感じるとすぐに走って逃げたり、飛翔して木の上に避難したりします。夜間は樹上で休む習性があり、群れで過ごすことも少なくありません。生息地はインド、スリランカ、ネパール、パキスタンなどを含む南アジアの森林地帯や農耕地周辺、人里近くの開けた場所などで、特に人間の生活圏にも適応している点が注目されます。インドでは都市公園や寺院周辺、農村などでもしばしば見かけることができます。鳴き声は高くてよく通る声で、妙、妙と聞こえる大きな鳴き声を上げることが多く、これがしばしば騒がしいと感じられる一因です。しかしこの鳴き声は、インドの農村においては、雨季の訪れを告げる声として、古来より知られ、季節の象徴として親しまれてきました。また、インドの神話や宗教美術にも頻繁に登場し、戦いの神スカンダー、カールッティケイヤの蒸気としても知られています。総じて、インドクジャクは、その壮麗な姿と文化的象徴性から、鑑賞用、宗教的意義、生態的適応力の面で、極めて価値の高い鳥類であると言えるでしょう。人類の歴史や美術と深く結びついてきたこの鳥は、
自然界における進化の妙と人間社会との関わりの深さの両方を示す魅力に満ちた存在です。インパラ、エピサーローズメランプス分類、脊索動物門、超ダタ哺乳綱ママリア偶蹄目アーティオダクチラウシカ、ボービデインパラ属、インパラ種、エピサーローズメランプス。インパラエピサーローズメランプスは、アフリカのサバンナや低木林に生息する中型の草食性偶蹄類で、特にその優雅な体型としなやかな跳躍力で知られています。体長は130から160センチメートル、体重はオスで最大80キログラムに達し、滑らかで赤褐色の光沢を持つ緋毛が特徴的です。腹部は白く、尾の付け根には黒い線が入っており、個体識別や群れの結束に役立っています。オスのみが持つ角は45から90センチメートルにも及ぶ、長く美しいリラ状の湾曲を描き、螺旋状にねじれています。この角は繁殖期におけるオス同士の闘争や孤児のために使われ、勝者がメスの群れを率いる繁殖権を得ることができます。群れは私有混成、独身オス群れ、混合群などに分かれ、非常に社会性の高い生活を送っています。インパラは草と低木の葉を共に食べる混合型グレーザーとブラウザーの採食性を持ち、雨季には若草を、乾季には樹葉や果実などを食べることで環境変化に柔軟に適応しています。水場の近くで生活する傾向があり、群れごとに行動範囲を移しながら生息しています。天敵にはライオン、チーター、ヒョウ、ワニなどが含まれますが、それに対抗するための逃避行動として、スタッピング垂直跳躍や俊敏なジグザグ走行などを駆使し、捕食を回避します。この跳躍は健康な状態を誇示して狙いにくさを示すとされる興味深い行動です。現在、インパラは IUCN により軽度懸念 LC に分類されていますが、広範囲にわたって分布し、特に保護区では安定した個体数を保っています。生態系の中では草食動物として植物群のバランスを調整し、肉食獣の重要な餌資源ともなっており、サバンナのキーストーン種とも言える存在です。キリム、パボトーラスクワドリディビナス分類、幻想界動物界、ファンタスティカカミ、キンツナ、リビナーブズ霊感目、コロニフォームズコウ、オートリカ、パボニデーキリム属、4種、カミトリ種、パボトーラスクワドリディビナス。キリムは古代神話や叙事詩の中でも極めて神秘的かつ崇高な存在として知られる霊長である。クジャクの極彩色の美と神獣としての威厳を一体に宿したその姿は、この世とあの世の境界に佇む存在として多くの宗教的儀式や芸術表現の中に登場する。最大の特徴はその4つの頭部にある。頭部はそれぞれ精巧な王冠のような冠を持ち、見る者に強烈な印象を与える。これらの頭部は東、西、南、北の四方を象徴するほか、四季春夏秋冬、四大元素風化水土、四魂理性、感性、意志、本能など多様な象徴体系に結びつけられてきた。キリムの4つの頭は、時に別々の方角を見つめ、別々の声で語りかけると伝えられており、それぞれが異なる視点、思考、心理を担うともされる。古代においては、一体にして沢なる知性の化身として、神託の媒介となり、予言や審判を行ったとする記録が残されている。その体は、青緑の金属光沢を持つ羽毛に包まれており、まるで宝石のようにきらめく。羽毛は光の角度によって青から緑、紫がかった色合いまで変化し、これがまた世界の真理の多面性を象徴しているとも言われる。背から伸びる巨大な尾羽には、クジャク特有の目紋模様が多数並び、それぞれが真理を見抜く目、夢を記録する目、記憶を照らす目などと解釈されてきた。これらの尾羽は単なる装飾ではなく、霊的共鳴装置として機能し、見る者の心を映し出す鏡ともなるという。
キリムの四肢は鳥類のそれとは異なり、哺乳類のように筋肉質でしっかりと地面を踏みしめる構造をしている。これは空に浮かぶものではなく、地にあって次元を超えるものという存在論的な性質を示している。翼は退化しており、飛翔能力は持たないが、その尾羽と神聖の力によって次元跳躍。すなわち空間を踏み越える移動が可能であり、夢と現実、神域と人界を横貫できるとされる。このため、キリムは物理的な地形ではなく、精神的霊的な地図上の境界領域。神殿の廃墟、封印の内部、夢の中、あるいは魂の深層に出現すると言われている。キリムの食性は得意であり、通常の動物のように物質的な食物を摂ることはない。代わりに祈り、夢、言葉、記憶、芸術、詩歌といった人間の精神的創造物から霊的需要を得るとされる。これらは言霊の後期、記憶の透過としてキリムに吸収され、羽毛や尾に神秘的な光として宿るとも伝えられる。そのため古代では詩人、預言者、芸術家たちがキリムの加護を求め、霊感の源として召喚したという記録がある。文化的象徴としてのキリムは、理りと感性の統一体、美の神格化、多重知性の統合者とされ、壁画、モザイク、絨毯、宗教文書などに頻繁に描かれてきた。特に中央アジアやペルシャ、古代インドにおいては、キリムをモチーフとした神殿装飾や預言者の夢に現れる存在としての記録が数多く見られる。また、4つの首を持ち四方を見渡す姿から、どこからも真実を見逃さぬ絶対なる審判者としても崇拝されてきた。ある地域では、キリムが人の心に潜む偽りを剥ぎ、真の姿を明らかにすると恐れられ、夢に現れた時には内面の鏡として深い自己退治を迫られるとも信じられていた。現代においてもキリムは幻獣図鑑、神話芸術、スピリチュアル思想の中でしばしば再解釈され、新たな寓意を帯びて描かれている。時代を超えてなお、彼の姿は語られざる真理の代弁者として人の心に静かに問いかけてくるのである。次回、新たな幻獣現る、お楽しみに。チャンネル登録お願いします。Please subscribe to our channel.